はい、今日は八百屋が伝授する金柑の甘露煮紹介していきます。生で金柑食べれます。皮ごと食べれるんですが、なかなか抵抗があって、食べづらいという方多いと思います。のど飴でもね、有名な金柑なので、非常に体のいい果物なので、今日は食べやすく甘露煮にして、紹介していきたいと思います。まず材料ですね、八百屋さんでよく見かける金柑の売っているパック。これ1パック 250g あります。で、お砂糖で、煮るので、砂糖、分量はですね、金柑の分量の半分。金柑が 250g なので、お砂糖は 125g でやっていきたいと思います。材料はですね、もうこれだけです。あと水でね、煮ていきます。瓶詰めに最後しますんで、保存していきますんでね、別途保存用の瓶、これ100均で買ってきました。煮沸消毒をあらかじめ済ましておいてください。はい、それではこの材料で作っていきます。はい、まず最初に金柑の下ごしらえです。軽く水洗いした後にヘタを取って、中の種を抜いていきます。ヘタを取る場合は包丁のこの手前のカードのところですね。ここをヘタのところに引っ掛けてやってポンとすれば簡単に外れます。中の種ですが横でですね半分にしていくやり方あるんですが、今日は丸々1個使いたいので切れ込みを入れながら中の種をですね取っていきたいと思います。で、切れ込みを入れちゃうと実が切れちゃって丸の状態ではなくなっちゃいますんで、目安としてですね、今表示してある線の感じで中心部を残すイメージで切れ込みを入れていってもらいたいかなと思います。3箇所ないし4箇所、大きさにもよるんですが、このぐらいのねサイズでしたら3箇所ぐらいでいいかなと思います。真ん中を残しながら切れ込みを入れていくんで、刃をですねこの中心からずらして、入れていけばいいかなと思います。で、最後まで中心部のね奥まで入れる必要ないので手前でとどめてもらって、切れ込みを入れてやってください。で、最後までね、最後の方まで包丁を入れていくと包丁に種が当たる感触がしますんで、もうその辺りでねピッと止めてもらえればいいかなと思います。3箇所切れ込み入れました。切れ込み入れたとどうやって中の種取るかっていうと、このヘタの部分と下の部分ですね、ここを押さえてもらって、切れ込みのところギュッと押すとですね、切れ込みこうやって開きますんで、開いたところから、お箸をですね入れてもらって中の種をほじってやります。はい、こんな感じでですね種出てきますから。で、金柑は実を食べるのではなく、この皮目を食べる果実なので、皮がね残ってればいいので、この種を取るときに中の果肉を潰しちゃってね嫌だなと思うかもしれないんですが、中の果肉、房のみかんとかみたいにですね中を食べるわけではなく、この外側のね皮が重要な果物なので、食べづらいんでね、丸ごと食べるときもう種はねしっかりと抜いてもらうっていうのがいいかなと思います。金柑の下ごしらえ頑張ってやってみてください。はい、金柑のヘタと種を抜き終わったらですね、一度鍋に入れて、ひたひたの水を入れてやってください。一番最初の作業はアク抜きです。アク抜きなので、水の分量等は気にしなくて大丈夫です。金柑がねしっかりかぶるぐらいの水を入れてもらって、沸騰するまでは強火で、火を入れてやってください。沸騰した後は弱火に変えて、沸騰してから5分間ですね、煮込んで湯を通してやって、アクを抜いていきます。はい、弱火で5分間、アク抜きが終わったらですね、一度このお湯はですね、切っておきます。はい、ほかほかの金柑ですね、一度ボウル等で、砂糖と混ぜ合わせておきます。先に砂糖だけですねよくまぶしておくことで、味が染みやすくなり味もねまろやかになって、砂糖だけこのまぶした状態でですね
30分程度ですね、置いておきます。最初にこのしっかりと砂糖の味が中まで入ることで、熟成したね、味わいっていうのも作れますんで、30分置いておくというのが、作り方のポイントになってきます。はい、砂糖だけにつけて30分経った状態です。まあ最初にね、5分間アク抜きで、煮込みしてますんで、果肉柔らかくなってますから、そこにね、砂糖がしっかりと入った状態になります。この後ですね、鍋で、甘露煮の方していきたいと思います。ボウルで、今砂糖つけてますんで、そこにですね、砂糖と同様のお水、125ですね、入れてやります。で、砂糖を溶かしてやりましょう。この中でね、ガチャガチャすると果肉崩れちゃいますから、金柑だけね、先に、鍋の方に移してやって、ボウルの中で砂糖がね、金柑から出た果肉で果汁で、ちょっと固まってますから、そいつをほぐしといて、鍋の中に入れて、やりましょう。すごい混ぜてるこの風圧で金柑のいい匂いが漂ってきますね。よし。はい、金柑ね、浸かりきらないと思いますんで、これアルミホイルで作った落とし蓋ですね。落とし蓋をしてやってください。なんかね、紙とかペーパーとかでも大丈夫です。僕はアルミホイルでいつもやっております。火はですね、弱火でやってください。強火でやっちゃうと、ブクブクとね、気泡が出て、それによって、金柑が鍋の中で動いて、煮崩れしちゃいますんで、弱火でね、やってください。火をつけてから、だいたい15分ぐらいで、煮詰まりますんで、OK かなと思います。15分間煮ていきましょう。はい、15分煮込み終わりました。いいですね。だいぶ型崩れなく、まん丸のまま煮込み終わってます。火を止めて、粗熱が取れてからですね、保存容器等に入れてください。ここで一つ技がありまして、仕上げにですね、火を止めた後に醤油を入れてやります。これ小さじ1杯です。これね、市場に出入りしてる料理屋さんから聞いた、技になります。これ仕上げにね、醤油を入れてやることによって味が締まります。旨味も出ます。香りも出ます。これね、さすがプロだなと思うんですけど、味の対比効果、甘いところに塩ちょっと入れると甘みが引き立つよっていう効果とですね、醤油独特の旨味で、醤油入れることによってやっぱ料理になるんですよね。デザートから料理になるんで、小料理屋さんはね、これ小鉢とかに飾って、出してるっておっしゃってたんですけど、これね、醤油を入れてやるっていうのがね、かなり、ワンランク上の甘露煮を作るポイントになるかなと思うので、試してみてください。このシロップの方もね、金柑の美味しさが溶け出してますから、僕ね、紅茶に入れて飲んだりするのがすごく好きなんで、おすすめをしております。あとはね、普通に炭酸水だとか、お酒で割って飲んだりだとか、普通にお湯で、お湯割りか、にして飲んだりだとかしてですね、シロップの方もしっかりと食べてほしいかなと思います。粗熱が取れたら瓶詰めしていきましょう。はい、冷めてきたんでね、瓶詰めしていきましょう。果肉からね、すくって入れてやってください。冒頭でも説明しましたが、この瓶詰めの瓶の方ね、煮沸消毒しっかりとしてやってください。だいたいね、2週間ぐらい、1、2週間で、食べきってもらえればいいかなと思います。冷蔵庫保存でね。はい、最後に汁を。この汁がね、美味しいですから。ぜひとも残さずに全て召し上がっていただければと思います。仕上げにですね、お好みで蜂蜜等を入れてもらっても構わないと思います。僕ちょっとね、入れさせてもらいます。コクが出ますから。この辺はね、お好みでやってください。最初から蜂蜜入れて煮ちゃうと、糖度がね、高すぎて、
なかなか染みていかないので、冷蔵庫でね、熟成させる段階で、蜂蜜入れてもらった方がいいかなと思います。すごい照りですね。美味しそうです。はい、冷蔵庫で、保管しながら毎日ね、一粒ずつ食べていきたいと思います。はい、今日は元八百屋が教える金柑の甘露煮、紹介していきました。途中ね、小料理屋の方に教わったお醤油の技とかね、いろいろ技ありますんでね、ぜひとも参考にして作ってもらいたいと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、いいね、グッドボタンの方もぜひともよろしくお願いいたします。